こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は美味しいベジバーガーの作り方をご紹介します。今日はベジバーガーを作っていくんですけれども、まずはベースとなるクラシックなバーガーを作って、そこから少しずつ材料を足していってバリエーションを加えていきたいと思います。早速ベーシックなバーガーを作っていきたいんですけれども、材料はこちらの玄米を炊いたもの1膳半から2膳分ぐらい、炊いたお豆1カップ、くるみ3分の2カップに玉ねぎ小さめのものが1個と、マッシュルームが12個ぐらいになります。では最初に玉ねぎとマッシュルームを刻んでいきましょう。玉ねぎはみじん切りにしていきます。でこのベースとなるクラシックなバーガーの方は少ない材料でパッとできてしまうので、ハンバーガーのようにパンに挟まなくてもハンバーグとしてパッと作ることもできるので、ぜひ試してみてください。マッシュルームの方も刻んでいきます。今日はマッシュルームを使っていますが、いろいろなキノコをミックスしていただいてもいいと思います。キノコを足すとジューシーさとコクが増すので、ベジバーガーにはキノコを入れた方がいいと思います。でちょっと食感を残したいので、あまり細かくみじん切りにはしないで、玉ねぎとマッシュルームを炒めていくんですけれども、その前にまずこちらのくるみをからいりしてローストしていきます。今回は生のくるみを使っていますが、ローストしたくるみでも一回こうやってからいりしてあげると湿気が飛びますし、コクがアップするのでおすすめです。こんな風にちょっと焼き色がついたらもう大丈夫です。でこちらはフードプロセッサーなどにかけて細かくしていきます。でちょっと歯ごたえを残したいので、粉の状態にはしないでパルスしてこれぐらいにしていきます。でくるみはボウルに入れてしまって、やっぱりローストするとすごくいい香りが出てます。まずは玉ねぎから炒めます。で玉ねぎがこんな感じで透き通ってきたら、マッシュルームも加えていきます。でここでちょっと下味としてお塩をして胡椒をします。でこんな感じで玉ねぎとマッシュルームがしんなりと炒まったら、これは OK です。であとここにお豆を足していくんですけれども、お豆もフードプロセッサーにかけたり、あとマッシャーで潰すっていう方法もありますが、ちょっとそうして潰してしまうと結構お豆のねっとり感が出てしまうんですね。なので、今回はこう包丁で刻んで、手でこう混ぜながら程よい感じに、潰していきたいと思います。でお豆は今日は甘く煮るような煮豆用のお豆を使うんですけれども、で適当な大きさに刻んでいきます。で今日はこちら自分で炊いたお豆を使っていますが、缶詰のお豆を使っていただいても全然大丈夫で、ただ缶詰のお豆は結構柔らかく煮えている場合があるので、ご自分で豆を炊いていただいて固めに炊いていただくといいと思います。お好きなお豆を使っていただいて大丈夫です。白いんげん豆とかキドニービーンズとかブラックビーンズとか、あとはうずら豆とか金時豆とかで、ただひよこ豆とか大豆はちょっとこうパサつくかなっていう気がするので、食感が少しこうねとっとした感じの粘り気のあるお豆がいいと思います。
であとはこちらに炊いたご飯を足していきます。白米でもいいんですが、玄米の方が、固めでこう食感が良くなると思うので、玄米の方がいいと思います。で玄米も少し固めに炊いた方がいいかもしれません。ただバーガーもこうお好みの食感が皆さんあると思うので、好みの食感に合わせていろいろアレンジしてみてください。で味付けはバーガーにしてからソースとかをかけて味のバリエーションをつけていくので、このパティ自体はあんまりいろいろな味付けはしないで、塩麹とあと、ナツメグ、あとガーリックパウダーを入れて、でちょっと隠し味に中濃ソースを加えていきます。で中濃ソースがない場合はウスターソースなどでもいいですし、あとは、トマトペースト、トマトケチャップでも大丈夫です。であとはバーガーの形にまとめていくだけなんですけれども、まとめる時につなぎはどうするのかっていう問題がベジバーガーにはあって、でいろいろなつなぎの方法があると思うんですけれども、今回はこちらのおからパウダーを使っていきます。おからパウダーは水分を吸うとすごく膨らんで、まとまりやすくなるんですね。でパン粉を使ったりとか、あとグルテンを使ってつなぎにするっていう方法もあると思うんですけど、やっぱりグルテンを避けようとしている方っていうのも結構多いかと思いますので、そういう方はこちらのおからパウダーを使ってやってみてください。結構ポロポロしていたものがおからパウダーを加えると一気に粘り気が出てきてまとまりやすくなります。大豆製品をあまり使いたくないっていう方はひよこ豆のパウダーを使ったり、あとはスターチ系、でんぷん系ですね、片栗粉だったりとかタピオカスターチとか、そういうものを、使ってみてもいいと思います。でベジバーガーのいいところは、この混ぜた状態でちょっと味見をしていいと思います。でお好みに合わせてちょっとお塩を足したりとか胡椒を足したりとか、お好みのハーブとかスパイスを足していただいてもいいですし、こういう感じで焼いてしまう前に味見をできるのもいいところだと思います。ではパティにしていきましょう。ではパティを焼いていきます。フライパンが十分に温まったら油を敷いてパティを乗せていきます。ひっくり返す前に片面にも油をあとは蓋をしてちょっと蒸し焼きにしていきます。ベーシックなバーガーはバンズにアボカドのスライスをパティを乗せて、前回の動画でご紹介したカシューナッツベースのマヨネーズをのせます。ベーシックなバーガーの出来上がりです。シンプルな材料のビーンバーガーですが、ローストしたくるみとマッシュルーム、炒めた玉ねぎで驚くほど味わい深くなります。良質なタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルが取れて体が喜ぶバーガーです。ベーシックなバーガーでも十分美味しいんですけれども、そちらに今度はいろいろ食材を足していってより美味しくしていきたいと思います。で、最初に足していきたい食材はこちらの高きびになります。高きびは雑穀の一種でシャクシャクとしたちょっとそぼろのお肉のような、ひき肉のような食感があるので、そちらを足して食感を出したバリエーションを作っていきたいと思います。作り方はすごくシンプルで、ベーシックのパティの種の中に
炊いてある高きびを足していきます。高きびは普通のご飯のように炊飯器でも炊けますし、あとは圧力鍋とか普通のお鍋でも炊くことができます。でこちらを混ぜていって、必要に応じておからパウダーを加えたりとかしてまとまりやすくしていきます。で高きびがない場合はもち泡とか、他のきびでもいいですし、そばの実とかでもいいですし、お好きな雑穀を使ってみてください。でこちらを成形してベーシックなバーガーと同じようにグリルしていきます。こちらにはカシューチーズソースを合わせていきます。カシューチーズソースの作り方は、生のカシューナッツ1/3カップを一晩浸水させたもの、レモンの搾り汁大さじ1、ニュートリショナルイースト大さじ1、白味噌、酒粕、塩麹それぞれ小さじ1、水1/4カップ、オリーブオイル大さじ1をフードプロセッサーで合わせて滑らかなペーストにします。これで高きび入りバーガーの出来上がりです。高きびの歯ごたえが加わり、より食べ応えのあるバーガーに。高きびだけではなく、冷え、泡など雑穀ミックスでミネラルリッチにするのもおすすめです。カシューチーズソースはバーガーやサンドイッチだけではなく、サラダに入れるのもいいですよ。ベーシックなバーガーに足す食材として、高きびのような穀物を足して食感をアップさせるという方法もありますが、あとは野菜を足して栄養をアップさせるということもできます。今回はすりおろしたビーツを使っていきます。こういう風にしりしりにしてシュレッドにしたビーツの他に、人参でもいいですし、しりしりにするのが難しければみじん切りにした人参やセロリやブロッコリーの茎などでもいいと思います。こんな感じで混ぜ合わさったら、あとは成形して同じようにグリルしていきます。ビーツバーガーに合わせるバーベキューソース風を作っていきます。中濃ソースを大さじ2、そこにバルサミコ酢のリダクションを小さじ2、あとはビーガンオイスター風ソースを同じく小さじ2加えます。お醤油を小さじ1加えます。これでビーツバーガーの出来上がりです。ビーツが加わり、鮮やかなレッドカラーのバーガーに。ビーツでボリュームがアップするだけではなく、甘みが加わり味の深みが増します。美味しくて手軽にできるバーベキューソース風と合わせると何個でも食べられてしまいます。そして今日最後にバーガーに加えていく食材はこちらの納豆です。納豆を加えるとお豆の食感だけではなくて発酵食品が加わるので栄養もその分アップします。でこれから他の食材のようにベースのパティの方に納豆を加えていくんですけれども、普通に納豆を食べるときは結構かき混ぜて、でネバネバさせて納豆キナーゼ菌をアクティブにさせてから食べると思うんですけれども、あんまりネバネバしているとパティの中でまとまりにくくなってしまうので、今回はあまりかき混ぜずにそのままパティの中に混ぜ入れてしまいます。でもし納豆が苦手っていう方がいらっしゃったら、テンペをほぐしたものを加えてもいいですし、普通に他の茹でたお豆を使っても大丈夫です。ちょっとおからパウダーを加えて、でまたグリルしていきます。納豆入りのパティということで、パンのバンズに合わせるのではなくて、ご飯に合わせてライスバーガーにしていきたいと思うんですけれども、ライスの方は炊いた玄米を型に入れて冷やしておいたもので、こういったバンズの形になっていますので、こちらをグリルしてバンズにしていきます。
でこちらに合わせるソースは先ほどのカシューベースのマヨネーズ、ビーガンマヨネーズに少し味を足して和風にしていきたいと思います。醤油麹を少し足します。練りごまを足していきます。混ぜ合わせて、ここにもし辛みを足したい場合は七味唐辛子とかを入れてもいいと思います。これで納豆入りライスバーガーの出来上がりです。バーガーに納豆と思われるかもしれませんが、そんなに気にならない仕上がりです。ごま風味の和風マヨネーズソースが納豆入りライスバーガーによく合います。海苔やきんぴらごぼうなどを一緒に挟んでもいいですね。いかがだったでしょうか。今日はベーシックなベジバーガーの作り方と、そこから穀物、野菜、豆の3種類の食材を足して作るバリエーションバーガー、そしてそれらに合わせたソース3種類をご紹介しました。今日はパティの味付けはシンプルにしていますが、お好きなハーブやスパイスを足したり、プラス食材も1種類だけではなくいくつか組み合わせてお好きなコンビネーションで楽しんでみてください。美味しくベジバーガーができたら、ぜひインスタグラムの方でハッシュタグ東京ベジライフでシェアしてください。それでは See you next time!